こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。暮れも押し迫る中、ここ木村正彦先生のアトリエでは今日大変な作業が今まさに始まろうとしています。1月に行われる国風盆栽展第100回展、記念すべきこの展示会の出品申し込みに対する最終的な仕上げ、鉢合わせ作業が行われています。本来の鉢というよりも化粧鉢、つまり国風展などの大舞台に合わせた小当たりや名鉢を使った先生のコレクションを植え込む形をここから数十点が始まります。その一部を特別に許可をいただいてご紹介します。お楽しみください。こちらにある鉢、これはすべて中渡り、小当たり、そして日本のものとしては中野行山先生、鈴木周山先生などのまさに今日本に残る名品の数々です。これらすべては木村先生が半世紀をかけて集めたコレクションでもあります。木村先生は盆木の商売はしません。あくまでもご自身の作品を世に飾る時のための衣装としてこのすべてを保管しています。毎年この鉢を使ってさまざまな盆栽が国風展の舞台へと運ばれます。さあ、この鉢がどのような木に入るか拝見させていただきましょう。国風展などの展示会での鉢合わせ、大変難しいものもありますが、やはり鉢の内容のレベルもその加点対象になります。昔の盆栽、今の現代の盆栽の在り方、さまざまな違いがあって変化していきますが、こちらのイワシで大変名高い盆栽ですが、初めから南蛮皿の大変広々とした鉢合わせが済んでいます。愛好家の方もこのままで楽しんで持たれています。本来がこれが盆栽の姿でもあります。ただ大変貴重な鉢を使う中、こちらのブナのように普段は新桃と言われる量産品の鉢に植えて培養を楽しみ、そして展示会の前に中渡りの本物の白麹に入れる、このような作業が今の国風展の審査前にはよく行われる景色です。それでも一番大切なのは抜いた時の根があまり傷まない、つまり本来入るべき鉢と同じようなサイズのものに培養を心がける。それによって抜いて入れる時にそれほどの値切りをしないで済む、とても大切なところです。愛好家の方々も普段見る鉢も化粧鉢に近いもの、そして展示会は古い本物、この形が今主流になっていることも事実です。ただこのようにもともと年々きちんとその鉢で作る、その本来のことも忘れたくはないですね。数々の名木やご自身の作品が並ぶ木村先生のこの庭ですが、本日やっているような国風展の鉢写り、大変難しいものがありますが、ご覧ください。先生の名作と言われるモダンな心拍、名を遊び。この木はこの動きのある細い幹、シャリを写すために締め込んだ林花という鉢に入っています。万宝純喜が残した中あたり約150年前の名木ですが、この木はこの鉢によってこの素晴らしさが保たれていると言えます。盆栽はそれぞれに衣装をまとう木です。盆栽、盆に植える、まさにその鉢が盆栽の価値観を決めると言っても過言ではありません。どうしても今は培養のため、そして大切な名品と言われるものを仮に入れて使う国風展などの展示会、この使い方がはっきりと分かれていますが、このように当時のままで保存されるものというものの貴重さをさらに感じる時代とも言えます。いくつかの先生の鉢写りをご紹介しましょう。こちらの糸魚川心拍も
盆栽界では名高い名木です。木村先生が手がけてもう長い時が経っています。国風展などの舞台も幾度か経験したこの木、何度かの鉢合わせをした上に今はこの中野行山先生の若き頃の名作に入っています。外縁の力、深さ、そして独特の雲足、心拍の捻転する動きを見事に抑える。つまり鉢合わせには質、古さ、形、さまざまな要素が混ざり合います。パッと見ただけでどこまで合っているか難しい部分がありますが、試行錯誤の末にたどり着いた世界の一つとも言えます。こちらの黒松、盆栽界の中でも大変名高い太冠の模様木の大名木です。すでに完成されているこの木は次の公な舞台にいつ登場するかと待ち焦がれられる木です。普段はこのようにパッと見るととてもいい鉢に見えますが、これは神道と言われるそれほど古いものではありません。土が良いので使い込んで小当たりのような味がありますが、このままでの展示会の出品というわけにはいきません。ただやはりこのようにきちんと合っているものが木村先生の棚には整然と並んでいます。培養という点ではこのように本来入れるだろうという鉢に近いものに入れて根をそこで作り込む。そしていざ展示会の時にはこれに合わせたこの手の鉢の本物に入れる。そのようなことがここの棚では繰り返し行われています。木が素晴らしいので圧倒されますが、鉢は形と線はその木にふさわしいものが新しくても必要ですね。木村正彦先生の一門を挙げての国風展用鉢合わせ、12月の初旬に行われるこの作業は毎年の一門の恒例となっています。今回は中堅盆栽作家の藤川さんをリーダーとした門人たち総出での仕事となっています。84歳を迎えた先生はすべての鉢、すべての木に合わせた段取りを終わらせてのこの作業に挑んでいます。極力根を切る部分を抑え、負担のかからないように、そして晴れの舞台へと移る時に木村先生はその弱いを感じさせぬ鋭い眼差しで木や動きを見つめています。この植え替え作業は国風展準備の一部門でしかありません。終了数日後、木村先生がおっしゃるには、植え替えはすでに段取りで頭の中にできていた。しかしその後の最後の木との合わせの仕上げ、苔張り、微細な部分へのよく見た上での手入れ、これが大事なんだとまるで木と話すように語りかけていました。その手は、その目は木と向き合って半世紀を超える人がいまだに届かぬものへ挑戦する眼差しのようです。先生、今日は国風展の準備の植え替えでお忙しい中を申し訳ありません。とんでもございませんです。はい。大体何点ぐらいを予定なさってるんですか。今回の国風展の出品が大体40から45ぐらいの、はい、これはもう毎年のことでもってお手入れと、はい、鉢合わせと、それで植合わせ、下草合わせ、それから苔張りをで植え替えたものは全部これから苔を張らなきゃいけないんですね。まあこれなんかも今日お願いしたき、こういうふうにあんまりやらなくてもいいのがあれば
いやーこれをどうにかして鉢入れなきゃなんないと、はい、そういうのは本当に一二点です。ですよね。そうですね。特に先生のところのは山木のような木が多いですから、はい、根がもう詰められないで、はい、特に古いものの鉢は今の浸透ほど奥行きがないですから、それを木を傷めないように収めるっていうのは、それでも苦労してます。はい、これでも先生は確か中渡り小渡りで50枚100枚という数をお持ちだって聞きましたが、まあなんとかかんとかね、国空展に間に合うぐらいの鉢は、はい、持っております。みんな先生は使いようですか？あれ使うもんです。じゃあこれがやっぱりものによって、例えば小白なんかでしたら一気にできますが、雑木や花物実物ですとまた何回かに分けてその時期を選んで、まあ、特に難しいのが梅なんですよ。花をね合わせるというのがね一番難しくて、今も冷蔵庫にね氷でガンガン冷やしてます。氷室ですか？そうですね。もう暗くして、はい、はい、やってます。光を与えないで温度を上げないで。そうです。もうそれこそ中はおそらく0度ぐらいでしょう。なるほど。じゃあそうするとそれの根をさばいて植え替えるというのもその時期を見て別に。そうですね。これはね梅は早めに植え替えますとやはり花が進んでしまうんですね。それなのでやっぱしギリギリまで冷蔵庫で冷やしてます。まあ最近ですと木村先生のところに扱いを頼めば名鉢がいくらでもあるということで、我々業者そのものがもう木村先生を頼ってしまうというちょっと反省しなきゃいけない。いやいやいやとんでもないです。はい、先生でもこうなかなか一つで入る時と、いやもう一回これやってみろという時が、これはもう大変なことです。はい、鉢ってのは意外と合わせてみないと。そうなんですね。それとやはり根の状態がね、入れたくてもそうなんです収まらない。ところが逆にもうちょっと緩いの持ってこいと。そうそうそう。まあそれでどうしてもねこの鉢だとぴったり合うけれどもそれでうまくね収まらない、そういうものも随分あります。はい、先生失礼ですけど、先生ご自身でお持ちの小当たりや中当たり、はい、時価総額おいくらだか大体お金もう昔買ったもんでね、私はもう鉢をたくさん持ってますけども、鉢が最高値の時にほとんど集めたもんなんです。そりゃ大変ですね。大変ですね。ね、使いようでしょうからね。そうですね。はい、まあ本当にまだまだ続く中、今日はいろんなものを拝見して映像を撮らせてもらってますんで、はい、ありがとうございます。とんでもございません。どうも失礼します。いかがだったでしょうか。木村正彦先生のところで繰り広げられる国風展の準備の模様、40数点という数、これを計画的に小当たりや中渡りの鉢を選んでそれを収めるお弟子さんたち皆さんが集合してやる姿は今なかなか盆栽界でも見ません。先生が育てた愛好家、そしてプロ大勢が先生の活動を今も見守っています。皆さんにこの内容をお伝えするのは新年明けて間もなくの今ですが、撮影をしたのはちょうど冬至間近の柚子がきれいな実りを見せる頃です。真冬の国風展、それの準備がこの1ヶ月以上前から着々と始まっています。ぜひ皆さんも第100回を記念する国風展をお楽しみください。わびチャンネルは木村先生のこの活動、そしてささやかなもの、飾り、水石、盆栽界のエピソード、いろいろなものを皆さんにお届けするものです。アーカイブをお楽しみになるのにもぜひチャンネル登録をなさってお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。